はい、本日はこちらです。ヤフオクで入手したアクセサリーです。こちらは10倍拡大なんですけれども、こんな感じでね、中のキラキラ、光っているのが見えます。925っていう刻印があります。こちら、シルバー925。最後にスクラップの査定も発表します。ちょっとね、たくさんあるんで、今日はこれを少しずつね、一つ一つ取り出して検証していくんですが、ちょっと多いんで、どこまでできるかわからないんですが、頑張ってみます。はい、ではまず、最初にですね、重さを測っていきます。このまま、袋のまま測ってですね、1573g あります。およそ 1.5 キロです。では、早速ですね、これ、ちょっと全部ね、開けてもやりきらないかもしれないので、こんな感じでね、袋から、少しずつね、取っていこうかなと思っています。もうね、こんなごっちゃごっちゃのね、なんかいろいろ入ってる状態なんですけれども、まあ、一つ一つこっから掘り出していきたいと思います。はい。では、今日は一体何が出てくるのか。まずは一つ目。どれにしようかな。じゃーん。こんな感じの、綺麗なね、まだちゃんと見てないですけども、このパッと見ね、この感じは尻尾焼きなのかなと思っています。では、拡大してね、見ていきましょう。はい、こちらです。こんな感じのね、綺麗なペンダントトップですね。ガラスのこの釉薬のね、部分が見られるので、尻尾焼きだと思われます。はい。素材を示す刻印は、この管と呼ばれるパーツのところについてたりするんですけれども、こちら、特に、見当たりません。では、反対側にして、裏の方を見ていきます。こちらです。はい、裏側の方ね、結構綺麗な銀色なんですけれども、この部分もね、シルバー刻印があったりする場合があるんですけれども、ぐるっと見たんですが、結局ね、刻印はありませんでした。はい。このチェーンの方もね、確認したんですけれども、特にね、刻印のようなものは見当たりませんでした。なので、そんな感じの、この辺メッキだとは思うんですが、この尻尾焼きのね、ここの素材、これがまあ銀尻尾みたいに銀が含まれているのかどうかはちょっとわからないお品物でした。こんな感じのペンダントネックレスです。では次行ってみましょう。次。これもたくさんありますが、これを取ろうか、絡まっているのか、ちょっとわかんないです。でもこれ引っ張って取ってみます。なんかチェーンがね、こういろいろ絡まっちゃってるんですけれども、はい、出ました。こんな感じ。はい、これなんでしょう。なんかここに、緑色のなんかついてますね。お花のモチーフの、ブローチだと思われます。こちらもよーく見ていきましょう。はい、こんな感じのね、緑色の、大きい石がね、ついています。この緑の石、独特な模様をしています。一体、これは何なんでしょうか。ちょっと翡翠のようにも見えます。だけれども、鑑別を取らないと、この石が何の石なのかはわかりません。
ブローチのね、この枠の部分に、これ、ちょっとこの部分ですね、石が取れちゃったみたいですね。枠だけで中身がないです。なので、最初、こういう作りなのかなと思ったんですけれども、多分ここにもう一個石があったと思うんですよね。まあそれが取れちゃっている、そんな感じのブローチでした。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。何にしようかな。これ。じゃあこれ行ってみましょう。絡まってる。絡まってる時はですね、素直にこのクラスプと呼ばれるパーツをこうやって外して、こう通す感じで取り出した方がね、いい場合が多いです。こんな感じのネックレスです。はい、なんか独特のね、この青い光を放っている謎のね、石がついています。はい、綺麗です。ではこれ、ちょっとね、見たいんですけれども、その前に軽くね、こちらのこのルーペで、ちょっと私の方で軽くね、見させていただきます。こちらは10倍拡大なんですけれども、こんな感じでね、中のこのキラキラ、なんか青とか緑とか、光っているのが見えます。さあ、なんとなくオパールの有色効果のように見えるんですけれども、これが一体何なのか。では拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じのね、綺麗なカットされた石もついてるんですが、合間にこういう独特なね、光を反射して映し出されるオパールの有色効果のようなものが見られます。はい、こうやって通していくと他の石も大体ね、似たような形をしてるんですが、同じようにね、この模様を確認することができます。はい。で、特徴的なのはですね、見る向きですね。この石の向きを変えると、この模様の、なんて言うんですかね。こう、細長く伸びたように見える向きもあれば、こうやって正面からね、斑点のように見える場合もあります。この違いがですね、主な特徴なんですけれども、私はですね、こちら、経験上、これは合成オパールなのではないかなと思っています。日本の、京セラさんですね。京セラさんは合成のオパールを、作っていて、その製品があります。その製品をね、過去に見たことがあるんですけれども、その特徴に少し似ています。さあ、実際これが天然石なのか、それとも合成石なのか、現状はっきりとは言い切れないんですが、私はそう考えています。はい。鑑別を取ることではっきりするんですけれども、そういったお品物だということです。で、先ほどね、ちらっと見えたんですけれども、このクラスプパーツにシルバートップと書かれています。なので、シルバーのパーツを使ったそんなネックレスでした。はい。見た感じ結構綺麗です。この独特なね、模様が見えて綺麗なお品物でした。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。取りやすいところでこちら。じゃーん。こんなでっかいね、キラキラの、はい、何か出てきました。見てください。
キラキラです。キラ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 。はい。ではこちらも見ていきましょう。じゃーん。こんな感じの綺麗なね、青い色のカットされた石がたくさんついています。で、この真ん中ですね。真ん中は緑と赤のバイカラーみたいなね、石がついているんですけれども、こちら、私が主におそらくガラスだったり、人工的に作った模造石に色をつけたものなんじゃないかなと思われます。見た感じですね、透明感があって内包物らしきものが見られないね石なんですけれども、一番わかりやすい特徴はこうやってひっくり返した時に、この枠ですね、石枠って言ったりするんですけれども、この独特な四角い包み込むような形の枠がね、こうやって同じ形のものがいっぱいくっついてるような作りなんですね。これが、量産品の、特徴の一つなんですけれども、この独特なね四角い枠がいっぱいついてるときは、だいたいこのメッキ製品でさらにガラスなんかを使った模造石のことが多いです。はい。でも見た目はこんな綺麗です。そういったブローチでした。では、次行ってみます。次は何が出てくるんでしょうか。なんかこれ気になった。はい。こちら、こんな感じです。じゃーん。はい、こんな感じ。なんかね、中にお花が入ってそうなやつなんですけれども、こちらもよく見ていきましょう。はい。こんな感じで、中にですね、おそらくこれ本物の植物を水中花のように閉じ込めたもののようです。大変綺麗な花びらと、それから何でしょうね、木の実つぼみですね。つぼみのようなものも一緒に入っています。はい、こんな感じです。とっても綺麗です。ひっくり返して、この枠ですね。枠の方が何か刻印などないのかなと、こうやってぐるっと探しているんですが、素材を示す刻印のようなものは見当たりませんでした。ですが、この水中花のような独特な作りのブローチはなかなかね、見ないんじゃないかなと思う、そんなお品物でした。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。指輪が出てきました。こんな感じの指輪です。手に取ってみると、どうですかね。指が合うかな。これ入りそうで入らないと結構危ないんですけども、今回ちょっとスポッて入ったんで入れてみました。はい、こんな感じの、天然石っぽいのがついたね、指輪です。はい。ではこちらもよく拡大して見ていきましょう。はい。こんな感じの独特な繊維状の模様が見られる黒い石です。指輪の枠の方はですね、素材を示す刻印がありました。刻印は残念ながらGシルバーとなっています。この G シルバーはシルバーをね、取ることができないメッキ製品だと思われます。こんな感じのね、昔ながらのよく見かける石枠に石が留められています。はい、こんな感じの、お品物でした。はい。では次行ってみましょう。次、じゃあどうしようかな。じゃん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 。こんな感じのね、なんでしょうね。
なんか貝っぽいですね。貝がこういっぱいついてる、こんな感じのネックレスになります。はい。では、ちょっと見ていきましょう。はい。貝のね、この模様ですね。おそらく削り出したね、自然の素材なんじゃないかなという見た目をしています。そして、この金具の方にですね、クラスプ、ではなくてすいません、引き輪ですね。引き輪と呼ばれるこのパーツのところに素材を示す刻印がありました。では見ていきましょう。はい、こんな感じのね、銀色の輪っかがね、いくつかついています。で、長さの調節がね、できるようになっているようなんですが、こちらご覧ください。この引き輪と呼ばれるパーツにね、925っていう刻印があります。こちら、シルバー925、銀が 92.5% 含まれるという意味の、よくある刻印です。そして素材の方はですね、こんな感じで、独特な綺麗なね、天然素材と思われる、特徴が見られるね、白い、多分やっぱ貝だと思うんですけれども、まあちょっとよくわからないんですけれども、まあシェル、貝殻なのかなと思われるこんな感じのね、ネックレスでした。で、ここ結構ね、銀のパーツがついているので、これはね、別に保管して、おこうと思っています。はい。いつもの通りですね、こちら。じゃーん。この綿棒の空き箱に入れて取っておこうと思います。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、では次行ってみましょう。これ、また出てきた。なんだ、これそっくりなんですけども、形がね、微妙に違います。この、ついてる玉のね、形が違うんですけれども、さっきとね、同じように、これさっきなかったチャームみたいなのもついてますね。こちらですね。この、パーツのところに、はい、さっきと同じようにね、925の刻印がここについてます。で、今度はもうちょっとね、端っこの方まで行くと、こんな感じの、チャームがついてるんですが、この刻印はちょっとよくわかんない。意味は特にわかんないんですけれども、反対側に、こんな感じで 925S っていう刻印がありました。なので、これも銀がね、取れるんじゃないかなと思われる、パーツのついたネックレスです。はい、こちらも同じように入れておきます。はい。では、次行ってみましょう。また、金とか銀とか出てくれば嬉しいんですが、じゃーん。こんな感じの、はい、これ何でしょうか。ちゃんと見てないですけども、後ろからこの反対側のね、ピンがこう見えるので、ブローチなんじゃないかなというお品物です。はい、ではよく見てみましょう。はい、なんとも言えないですね。色石、カラーストーンがついている、ブローチなんですけれども、この石の留め方ですね。こちらの爪が立っているように見えて、実際はですね、この石の固定にこの爪のような部分が干渉していないものですから、これは、爪で留めてあるわけではなくて、そういうデザインでですね、実際には接着で留めてあると思われます。なので、そういったお品物なんですけれども、独特なデザインであるということ。それからですね、この
素材を示す刻印はなかったんですけれども、なんか、イギリスのマークみたいなものが、タグがね、ついたまんまになっています。こちら、タグの方をひっくり返してみると、Made in England ってなっています。なので、イギリスの、お土産かなんかなんですかね。そういったブローチでした。はい。では、次行ってみましょう。次はどうしようかな。触って取れそうなものを。じゃーん。はい、こんな感じの、なんでしょうね。亀さん。亀さんがなんかお尻になんかついてるやつです。はい、亀。はい、こちら見ていきましょう。これね、ピンになっていて、こうなんか止められるような作りです。はい。ではこちらご覧ください。はい。これが亀さんの頭になります。で、この甲羅の部分がこんな感じでね、なんか石がいっぱいついている状態で、なおかつですね、このお尻、尻尾のところになんか玉がついてるんですけれども、これは多分ですね、模造真珠っぽいやつですね。なんとなくですね、そういう見た目をしています。で、裏側ね、素材を示すような刻印は特にありませんでした。はい。そんなね、品物でした。はい。では次行ってみましょう。次はどうしようかな。どうしようかな。なんかうまく取れそうなものから取っていきます。じゃーん。なんか指輪出てきました。ちょっと、石、ちっこいね、ここになんか石がついてるんですけれども、素材を示すような刻印はあるんでしょうか。なんか書いてありますね。はい。ではこちら見ていきましょう。ご覧ください。こちらですね、指輪の内側の部分なんですけれども、ちょっとね、わかりづらいんですが、スティールアダムスと書いてあります。で、スティールは鉄ってことなんですけれども、このアダマスっていうのが、語源とするとですね、ダイヤモンドを連想させるようなイメージがあります。なぜならばですね、ダイヤモンドの語源のうちに、一つとしてアマダスという、ちょっと違うんですけれども、とても硬いよっていう意味の言葉が、ギリシャ語だったかなというのがありまして、そういった連想させるね、言葉が書いてあるので、もしかしたらここにね、ちっちゃい石がついているんですけれども、ダイヤモンドなのかなと、思われます。こんな感じのね、ちっちゃいんですけども、石がついています。はい。この10倍拡大のルーペで見ると、なんとなくそれらしいね、もののように見えるんですが、素材の方はですね、こんな感じで、その前に、じゃーん。はい、これ、何でしたっけ。ハードディスクから取り出したネオジム磁石です。はい、こちらこんな感じでね、磁石を近づけると、あれ全然つかないですね。じゃあスティールでも、鉄ではないんですね。鉄かなと思ったんですけども、ステンレススティールの方だと思われます。で、その中でもね、こうやって磁石つかないやつということになります。で、問題はこの石ですね。石の方をもうちょっと調べてみたいと思います。はい、じゃあ、はい、これ、指輪の
サイズを測る、ゲージ棒です。で、こんな感じでシュッと通してですね、見ますと、この値ですね、メモリが11から12、だいたい12号ぐらいの指輪のサイズとなっています。それで、この石の方なんですけれども、簡易的なダイヤモンドのテスターで調べてみようと思います。はい。ではね、ダイヤモンドの簡易テスターでこちら、検査をしてみます。こんな感じですね。この石のところに直接当てて、検査をします。はい。メモリがですね、こう反応して、こちらダイヤモンドの可能性が、高いものと思われます。でついでなので、こちら紫外線のライトを当てて、ダイヤモンドの傾向性があるものなのかどうかというのを確認してみます。こんな感じでライトを当てますとですね、石の方が強くね、青白く、光るのが見て取れます。ご覧ください。こちらですね、こんな感じで当てると、はい、こんな思いっきりね、強く、青白く光っています。これ、ストロングブルーとか、多分言われるぐらい強いね、反応だと思うんですが、ダイヤモンドの方は、天然の由来のもので、この傾向性があるものとないものがあるんですけれども、こちらですね、ダイヤモンドの傾向性がある石ということも同じく分かりました。はい。こんな感じの、ちょっとサイズ的にどうかな。はい、こんな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次は何か。じゃーん。うわ、なんかすごい。こんな感じの金色のネックレスが出てきました。はい。こちらもですね、すごい薄いですね、これ。なんか、こう見ると厚みがあるように見えるんですけど、横にするとね、こんなペラペラの薄いやつです。はい。色も結構ね、良さそうですね。では、見ていきましょう。じゃーん。この端っこのパーツですね。先ほど言った引き輪とかクラスプとか、ああいうパーツのところに刻印が貼ることが多いんですが、こちらはですね、このように何もありませんでした。ずーっと全部ね、こう流すようにして見ていくんですけれども、特に、どうなんでしょうか。素材を示すような刻印はね、今のところ見当たりません。で、このパーツね、さっきのシルバーのやつもこういう、なんて言うんですかね、このパーツだったんですけれども、あの時はここにね、刻印あったんですが、こちら、ひっくり返してもですね、特に素材を示すような刻印はありませんでした。はい。では、こちら、磁石の方ですね、こうつけてみようと思うんですが、とりあえずここはなんか磁石つかないんですけれども、このパーツですね、このパーツはこんな感じで、磁石がちょっとついちゃうようなお品物です。はい。そんな感じのメッキ製品の、はい、キラキラのネックレスでした。では次行ってみましょう。次はですね、では何にしようか。はい、じゃあ、こちら。はい、ペンダント、トップと、あとこの金色のチェーンですね。はい、先にじゃあチェーンの方見ていきましょう。こちらね、
プレートと呼ばれるパーツと、引き輪と呼ばれるパーツがこんな感じでね、ついています。で、ルーペでこんな風にね、拡大してみるんですが、特に刻印のようなものはないようです。では、このペンダントトップの方を見ていきましょう。はい。こんな感じの独特なね、構造の、漆器ですね。漆器、塗りですね。の、伝統工芸みたいな感じの加工されたペンダントトップだと思われます。はい。モチーフというかデザインはこれ蝶々ですね。蝶がこう絵が描かれている、そういったお品物でした。はい。では、次行ってみます。次は、何でしょうか。はい。じゃん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 。おじゃーん。この、結構ね、大きいですね。指輪なんですけれども、はい。これでこんな感じで測ってもですね、なんと24号。結構ね、大きい指輪です。はい。こんな感じの、親指にね、つけられそうな、こんなね、イ大の指輪です。はい。こちら一体どんな素材でできてるんでしょうか。こんぐらい離れた位置からですね、なんか、刻印が見えます。ここに一体何て書いてあるんでしょうか。拡大して見ていきましょう。じゃーん。ちょっとね、なんて書いてあるかわかんないですね。これ見ても。ぎゅーっと拡大します。銀色の素材なんですけれども、こんな感じで謎の刻印が売ってありますが、これが一体何なのか、ちょっとわかんないんですけれども、大体こんな感じでですね、持った感じ、どんなものなのか、重さがね、ちっちゃいのにすごい重いのか、そういったものをこうやってなんか体感で、感じ取って、いつも見るんですけれども、そういう経験から言わせるとかなりなんか軽いんですよね。で、こちらですね、じゃーん。この磁石をね、つくのか、試してみて。でも磁石はつかない素材となっております。なのでこれ何なのかなと思うんですけども、結構見た目とか色はかなり良さそうです。サビのようなね、もう腐食というか、あれは見られないんですけれども、ちょっと今、裏側から今ちょっともう一度見直してみたんですけれども、刻印ね、さっきちょっと何かわかんないよって言ってたんですが、これよく見るとね、なんとなく C と R、CR、パチンコあれちょっとね、CR っていう刻印が何なのか私わかんないんですけれども、なんでしょうかね。ちょっとね、こちら。じゃあ、試金石です。この黒い板に削ってみて、その削り跡を見て判定するよというものです。ではですね、軽くちょっとだけ削らせていただいて、この素材ね、何なのか、わかんないなりに予測してみましょうというものです。はい、こんな感じで板にね、こう軽く削ります。削った時の感触が、硬いとか柔らかいとかあるんですけど、これはね、柔らかめでした。はい。削り跡はこんな感じで、ちょっと怪しい。なんとも言えない色をしてますね。金色ではないんですけど。あれ、どこ行った？これですね。若干、白っぽいような削り跡をしています。
で、もしね、銀だったとしたら、こんな軽くないはずなんですよね。実際、ちょっと重さを測ってみようと思うんですが、どうでしょうね。3g ぐらいなのかな。ちょっと測ってみます。全然違う。5.2g でした。はい。どうなのかちょっとわかんないんですけれども、軽くね、素材の方を判定、検査の方をしてみて、動画の方をですね、ちょっと、進めていきたいと思います。では先ほどのこの削り跡のところにですね、簡単にテスターを、つけてみます。あれどれだっけ？すいません。ちょっと削り跡が前の削り跡とごっちゃになってしまったので、わかりづらいので、もう一回ですね。はい、もう一回だけ削って、みます。多分これですね。これとこれが同じものです。はい、こんな感じでした。で先ほどの撮影、こちらですね。今、拡大して見ているのが今削り跡を削ったところです。はい。ではこれに簡単にですね、テスターの方つけてみまして反応を見てみます。金なんかだとこれ消えないんですけれども、残念ながらですね、思いっきり消えてしまいました。はい、こんな感じで削り跡は全部ね、消えちゃったんですけれども、何なのかなというところなんですが、多分ですね、真鍮みたいな合金に、メッキをしたものではないかなと思われます。はい。削ったところはこんな感じでですね、下の素材がね、若干見えてるんですけど、どことなく黄色っぽくなってます。この黄色っぽい色は真鍮の色に似ています。なので、真鍮にメッキをしたものなのかなという、こんな感じのね、指輪でした。はい。では、次行ってみましょう。次は、何かはい。じゃあ、もうちょっとほじくってみます。じゃん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 。なんだこれ。はい。こんな感じの、キラキラの、透明の、わかんない、水晶みたいなの出てきました。はい。どうでしょうかこちら。ですね、この、金具の部分がね、もうめっちゃめちゃ色変わっちゃってます。はい、ご覧ください。こんな感じでね、黄色くなってますね。で、これもさっきの指輪と一緒で、下地がブロンズみたいになってますね。黄色っぽい、黄土色みたいな。それにおそらくメッキをかけてたんだけども、古くなって剥げてしまって、この黄土色みたいな黄色っぽい色が出ています。チェーンの方はね、まだメッキがそのままなんで、金色に見えるんですけれども、おそらくメッキ品なのかなと思われます。はい、ここちょっとね、六章と呼ばれる緑色のね、腐食が見られます。あとは、この透明の石ですね。これが何なのか。カットされたこういう石がたくさん入ってるんですけれども、こちらちょっとわかんないです。こう拡大してみてもね、わかりやすそうな内包物は発見できないかなというお品物です。でもここちょっと、見えますね。傷なのか何なのかちょっとわかんないですけど。はい。そういった感じの、キラキラして綺麗です。もしかしたら、そういうね、クォーツとか、そういうものなのかもしれないんですが、ちょっとわかんない。そういうネックレスでした。はい。では、次行ってみます。次は、
一体何がまだね、こんないっぱいあるんで、順にね、行かないと進みません。なんかこれ、ちょっと可愛いですね。はい、こんな感じのなんか、コアラですね。コアラがもう笹の葉になんか、こう、くっついてるやつです。はい、これ多分、輪っかになってるんで、チェーンを通してペンダントトップに使うものだと思うんですが、かなりね、いい金色をしてるので、素材の方気になるところなんですが、どうでしょうか。結構いい金色をしています。はい。作りもかなり細かいですね。こんな感じです。これ今コアラの頭の後ろ側なんですけれども、なんか黒くなっちゃってますね。見た目はかなりいい金色だったんですけれども、こうやってギュッと拡大してみると、素材のね、おそらくメッキが剥げちゃったのかな。この頭の後ろなんですけれども、黒くなっちゃってます。ね、他にも、これ尻尾っていうのかな、なんかわかんないですけども、黒くなったりしてますね。で、これが笹の葉っぱです。笹の葉っぱも結構いいね、綺麗な金色なんですけれども、この外観の特徴を見る限りですね、多分なんかの既製品なのかなと思われます。持った感じね、ちっちゃくて結構重いんで、って思うんですけれども、この特徴を見る限りは、既製品なのかなと思います。はい。そんなお品物でした。一応ね、これ磁石つくか、ちょっと試してみます。磁石はつかないみたいですね。何なのかちょっとわからない、そんなコアラのね、ペンダントトップでした。はい。で、ちょっとね、時間があんまりないんで、この辺で一旦ストップかなというところです。はい。まだこんないっぱいあるんで、次回また一個ずつ取って見ていこうと思います。はい。では今日のね、この成果ですね。成果物を見ていきたいと思います。はい。じゃあ、こんな感じの、はい、お品物が、発掘されました。はい。あと、この指輪ですね。こんな感じの指輪を発見しました。はい。こちらですね、シルバーの925刻印があった、ネックレスです。はい。では、こちらですね、今回ちょっとなんですが、銀が取れたので、チャンネル独自の査定をして、その査定結果を発表して終了したいと思います。はい。では、こちらですね、重さを測るにあたって一旦ですね、この金具を取り外していきます。はい。では、査定結果を発表していきます。はい。925刻印のパーツ。こちらが 4.4g です。シルバー925換算の銀 1g あたりをおよその価格が320円です。なので 4.4g をかけまして、じゃん、1408円となります。はい。今後もですね、こんな感じの動画を作っていきます。次回はですね、こちらの残りをまた、掘り進めていこうと思っています。はい。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。
バイバイ。